どうも皆さん、カイトです。可愛い精霊で切り倒すシルバーアックス・ザ・オーネスト・エルフというゲームをご存知でしょうか。こちらは2022年4月8日に Steam にて早期リリースされました。早速アーリーでできる範囲を全てクリアしたんですけど、ファンシーな世界を駆け巡るメトロイドバニアでしたね。ラビリビとホローナイトを足して2で割ったような作品で、口がいろいろと達者な主人公と一緒に多彩なステージを探索していく要素はめっちゃ面白かったです。今回はシルバーアックスというおすすめ作品のジャンル、ストーリー、魅力を簡単に紹介します。では早速やっていきましょう。まずジャンルになるんですが、精霊少女のメトロイドバニアアクションになります。古の童話の森を自由自在に飛び回って金の斧を片手にしながら隅々までステージを探索していく形ですね。森の中から始まってネズミが仕切る洞窟、無理やり魔法を覚えさせるイカレウサギからのワクワクする行動などを楽しめます。メインの斧攻撃が主体で、通常の3連コンボからの単発上段を使い分ける感じ、そして後に覚える4つの魔法でバフをかけて戦うスタイルです。雷に炎、風で土という組み合わせをコマンド入力で発動させていきます。ちなみにこちらが体力ゲージで、こちらが魔法スキルゲージですね。装備品を獲得することで体力回復のスキルが得得できて、下ボタンで回復、どっちロールもありますが大体ダメージ食らいます。絵本のようなマップ画面で各種選択でき、クエストなどの攻略パンセットを確認できると。これらを組み合わせ覚えながら進んでいきます。次にストーリーを説明すると、精霊として目覚めた女の子は銀の斧を持つ選ばれし者となり、狐村長にいろいろと吹き込まれた後に様々な敵から女神の金の心を取り戻すっていうお話。そしてこのゲームの魅力なんですが、めちゃくちゃ難しいボス戦に燃える。ここまでためにためたんですが、めちゃくちゃ難しいです。可愛い絵柄からは想像つかないと思うんですけど、ホローナイトマジでちらつかせてきましたね。ヒットアンダーウェイは当たり前なのですが、一発目のボスの凶暴ウサギで心折れかけました。攻撃ラッシュでのノックバックしないからの避けたと思った瞬間のダメ入りでの3割減、さらには敵体力が表示されてないので勘に耐えるのが相当きつい。これがね燃えるんすよ。前回のイトラが可愛く見えるような高難易度が最高にそそります。ゴリ押しで勝てないのは久しぶりでしたね。2戦目の8との対決でもメンタルを持ってかれ、3戦目の草クジラでコントローラーを投げる、4戦目のイカレウサギで発狂するという3点セット。勝てた時に方向をテレビ越しに放ったのは半年ぶりでしたね。と言いましたが、倒した時の爽快感は格別でした。次に注意してほしいところなんですけど、めちゃくちゃ難しいコマンド魔法。序盤で魔法をいろいろ得得するんですが、この入力が非常に難しい。魔法ウッドでお祈りをするとロックが解除されて使えるようになって、最大4つまで覚えるんですけど、コマンド入力した後にやっと発動できるというクセモノです。これがマジで厄介。雑魚的相手でもちょくちょくキー入力ミスをしてしまい、発動しなくて焦るので注意してください。わけわかんなくなったら雷 ×3 を発動しておけば間違いないです。3発目の天井落下雷電が鬼強。そしてクリア時間なんですが、5時間ほどでいけますね。ステージクリア率 100% での収集アイテムの松ぼっくり全回収でそれぐらい。後半になると装備品で敵の近くにいると自動回復という優れものが手に入るので有効活用してください。最後に余談になるんですけど、想像以上に難しかったのと、主人公が女の子のはずなんですが、なぜかオラオラキャラなのも面白かったです。早期なのでほんまのラストまで遊べないんですけど、値段的にも満足度が高い。以上になります。精霊少女になって女神の心を取り戻すメトロイドバニア、シルバーアックス・ザ・オーネスト・エルフ。見た目に似合わず高難易度のアクションですが、ラビリビとホローナイトに比べたら可愛いもの。よければ皆さんも銀の斧で世界を冒険してみませんか。きっと理不尽な草クジラとのボス戦でマジでキレてしまいますよ。このチャンネルではインディーズ作品を中心におすすめのゲームを一通りクリアして紹介しております。少しでも参考になった方がいればチャンネル登録や高評価をしていただけると幸いです。ではではまたの機会に。カイトでした。